こんにちは、なつです。前回は初めてのぬいぐるみ、テナーサックスを作りましたが、今回はファゴットを作りたいと思います。使う生地は前回同様に滑らかな手触りが気持ちいい縫い生地を使います。型紙も概要欄に貼り付けていますので、そちらからダウンロードすることができます。そして型紙をカットする際は線よりも外側をカットすることをおすすめします。チャコペンはお好みのものを使っていただいて大丈夫です。こんな感じで型紙を使って部品を準備していきます。色や生地はお好みで楽しんでいただけますが、私は茶色のフェルトも準備して楽器の部分を作ってみようと思います。型紙に番号をつけていますが、1番と2番の形に合わせて2つの長方形をこの茶色のフェルトで準備しています。そしてグレーのフェルトの一番下は型紙通りだと少し隙間が空いてしまうので、カットした生地の1センチ内側ぐらいのところに縫い付けるのがおすすめです。私は吹奏楽を6年間させてもらっていたんですが、その頃にファゴット担当だった人はみんなスラッと背が高い人が担当していました。なのでファゴットやバスクラのように大きな楽器はスラッとスタイルのいい人が担当しているイメージがあります。皆さんのファゴットのイメージやファゴットあるあるなんかがあれば、ぜひコメントで教えてください。こんな感じで楽器部分を縫い付けていきます。もちろんボンドだけでもいいのですが、長く使いたい方は縫い付けてもおすすめです。次はお花をつけていきます。ここの場所はイニシャルを入れたりビーズを刺繍したり、お好みで楽しんでもらえたら嬉しいです。今回はオレンジカラーに似合うものがいいなとひまわりの花をつけることにしました。刺繍する糸ですが、25番の刺繍糸でも刺繍してみたところねじれが気になったので、ウールの刺繍糸を使うことにしました。葉っぱも同じように縫い付けて好きなデザインを楽しみます。そしてファゴットの大事な部分をもう一つ、リード部分も刺繍で表現しました。
表面同士を合わせて1センチほど内側を縫い合わせていきます。慌てずゆっくり進めるのがポイント。綿を詰める部分を開けておいたら布を表に返します。ここも慌てず優しく整えていきます。あとは前回同様に重しをたっぷり入れて綿もしっかり詰めていきます。少ないとテナーサックスの時のようにシワになりやすくなるので、少しずつ追加してたっぷり詰めていきます。最後に閉じるときは内側から針を通して奥側、手前、奥の順番で縫い閉じていきます。最後に玉結びをしてややしっかり引っ張ったら内側に引っ込んでくれます。どこでも大丈夫なので適当なところに針を出したらカットして完成です。先日刺繍で作る楽器屋さんのオーダー会を開催したのですが、今回もたくさんの方にご希望していただけました。本当にありがとうございます。皆さんへの連絡を無事に終えたタイミングで久しぶりに届いた大好きな紅茶を飲みました。その名もハッピールイボス。柑橘系の香りがして爽やかな気持ちにさせてくれるトランペット奏者の方の紅茶です。気になる方は概要欄からチェックしてみてください。テナーサックス、アルトサックスに続いてファゴットのぬいぐるみを作ってみましたが、いかがでしたでしょうか。ファゴットに見えるよ、作ってみると思っていただけたら高評価ボタンやコメントもお願いいたします。今回も最後の方までご視聴くださりありがとうございました。Vlog 動画でもお会いできますように。